こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ありのまま今起こったことをお話しすると、迷路を攻略していたと思ったら、いつの間にか攻略が終わってました。随分とストレートな迷路だったわね。で、これから掘り抜いて迷路構造を調べるのにポーション1セットで間に合うか、試しに牛乳飲んでしまいます。8分で全部調べきれるの？これまでの経験ではスポンジ部屋の数によります。1部屋だいたい1分かかるので、2部屋までなら多分なんとか。さて、前回はヘルメットを新調してから、第2第3の海底神殿を攻略しました。そして第3では、おそらく最も単純な迷路構造の一つに出くわしてしまい、レアっぽくてちょいと嬉しい反面、不完全燃焼を抱えています。つまり、真っ白になりたいのね。ちなみに迷路の構造を調べるのは、掘り抜いて左右上下と正面が通り抜けられるかを目視しておき、後で収録データを見ながら地図を書き起こすことになります。プレイ中は調査終了したらさっさと移動してしまうので、うっかり調査漏れが一部屋でも生じてしまうと、次の収録が恐ろしく面倒なことになるんです。だからまだ死ぬ方がマシなのね。攻略中よりも緊張すると言いたいだけなのですけど。なおこの海底神殿では、2階にスポンジ部屋が1つ。そして3階にもう1つありました。なんだってまあ前回の最後の手書き地図にさりげなく載せていた通りです。で、建築ターンまであとスポンジ部屋3部屋相当なんです。もう一息です。そしてポーションの残り時間30秒のところで、作業は終了です。そこから仮拠点撤去完了までが7分間。やっぱりビーコンは意外と時間がかかります。一つ二つならともかく、多数の海底神殿攻略にはビーコン向かないわね。でもまあ現時点から考えると、あと2箇所ほど攻略すれば済みそうなので、やっぱり最後まで使おうかと思います。さて帰りがけに、取りそびれていた第2海底神殿の金ブロックを回収してしまいます。さすがにここでまたビーコン組み上げるのは面倒よね。まあ将来のプレイの予行演習的にと考えればちょうどいいです。そして、裏側から金ブロックの部屋を掘り抜こうと回り込んでみたら、海底神殿は足が生えていたんですね。これは知らなかったです。いつも高さが同じになるよう調整しているのかしらね。それにしてもこの構造では、地下から少々侵入しづらくならないでしょうか。地下から侵入しなければ大丈夫よ。そして筒がなく金ブロックを回収し、金ブロックの備蓄は55個となりました。161層の必要数までもう少しです。貴重な食料源だものね。で、結局何も危なげなくて拍子抜けでした。やはり、ガーディアンの散らばり具合が安全の鍵となるようです。さて、拠点に戻りがけにピラミッド部分の地図を更新してみたのですが、なんだか微妙なんですよね。ピラミッドの内部がやっと表示されたものの、北西方面が砂の色のまんまなんです。つまり北西方面は建築まだなのね。こんな地図信じたらいけません。そして拠点に戻ってきて、後片付けをしているところです。地図の配置がおかしいことに気づいたのはこの50秒の地で、まだメサはやたら近いところに張り付いています。こんな地図信じたらいけないのがよくわかったわ。そして東方面の遠征の出発準備をしたところで力尽きて、かなりのプレッシャーを感じながらゲーム再開です。前回は、海に潜ってから迷路を事実上攻略し終えた時間を、37秒とお話ししましたが、奈良海底神殿の玄関から入ってから、3匹のエルダーガーディアンを撃破するまでの時間はどんなものかと調べてみました。つまり、3匹撃破までの海底神殿滞在時間ね。で、収録データを見てみたら、7分ずつ減っているんですよね。つまり次はマイナス6分のタイムを目指さないとならないわけね。物理的に無理です。
いや厳密には、エルダーガーディアン3匹が海底神殿から出てくるまで待って、撃破して6分後に神殿に入れば可能ですけど、さすがに自分がなんでそんなことをしているのか、わからなくなりそうです。さて、第4海底神殿は地図の北東です。正確な細かい位置までは把握してなかったのですが、接近するとラグさんが警報出してくれるのがわかりやすいです。夜だと見分けやすいわね。もうガーディアン戦はだいぶ慣れてきたので、レベル3までにして耐久だけ取るのもありかなと、ちらっと思ったのですが、ビーコン構築時間が半減するわね。レベル3で海底神殿の1階まで届くか確信がなかったので、この企画ではパスです。さて、それでは第4回戦です。おそらく1分30秒というタイムが、最も単純な迷路の目安のタイムとなると思います。そして、ガーンの間隔がだいたい4分なので、ビーコンなしでどの迷路も3分以内に攻略できれば、次のガーンまでに間に合うんですよね。で、いきなりミスしたのがこのガーディアンのせいで、天井が開いていることを見逃してタイムロスです。相変わらずガーディアンに弱いわね。まあでも10秒ほどで気づき、優先探索エリアの2階3部屋は埋めました。いきなりスポンジじゃないの。なんかもう珍しくありません。で、どうもまた4階に上がれるルートがなさそうなので、右端のエルダーガーディアンの場所を目指して、そこから外壁を巡って左端に移動します。前回言ってたパターンを早速使うのね。で、外壁を巡っていたところでなんだこれです。金ブロックの部屋の位置が違うのね。以前ちらっとお話ししましたが、攻略方法を考えた時点では第1と域掲載の迷路をチェックしてて、前回さらに2箇所調べて、もう金ブロックの部屋の位置は固定じゃないかと思い始めてた矢先です。つまり、動揺したのね。まあでも、2階に登ったらすぐに、記憶してた残り3部屋が通り抜けられることが分かったので、4階へのルートがここにあること確定です。よく記憶が残っていたわね。2匹目を倒していた時間のおかげでだいぶ動揺が収まってました。そこからはほぼ迷うことなく、無事に3匹目の部屋にたどり着くことができて、後で起こした手書き地図はこんな感じです。スポンジ部屋は1つしかなかったのね。なお3匹撃破までの時間は3分3秒でした。探索量が多いとやはり、ガーディアンと出くわすことが多くなります。そして第5海底神殿を目指して東に進んでいたところです。寒い気候のこの地図では、海底神殿は星の2箇所を見つけていたのですが、埋め残してた地図から新たにまた見つけてしまいました。結構生成されるのね。というわけでビーコン組み立てて、早速第5回戦です。なおこの5箇所目で、スポンジ部屋が2箇所見つかれば、海底神殿3の建築材は収集完了となります。なかなか2階に上がれませんが大丈夫。先ほどの第4で手間取ったおかげで、かなり落ち着いて行動できています。ただし、金ブロックの部屋は見なかったことにしてます。まだパターン分けして位置関係を頭に叩き込んでないのね。そしてほどなくして、1匹目を見つけました。そこから左端へのルートは1階と2階を行き来してやや複雑でしたが、大して迷うことなく2匹目発見。あとは外壁を回り込んで、迷路がやや複雑だった割には、2分6秒とまずまずのタイムで3匹撃破です。第3と比べて36秒の遅れね。ようやくリベンジとして、納得できる感触を覚えました。なおこの第5海底神殿には、スポンジ部屋が4箇所ありましたので、海底神殿3の建築材はようやく収集完了となります。次回は建築ターンね。最後に、そういえばこれで100話目なんですよね。何かしようと思っていたら、リアルが最近やや忙しくて、結局何も考えずじまいです。まあキリがいいのは128話目だものね。今のペースなら企画完遂が先でしょうね。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。